はじめまして、こんにちは。みやこです。京都に住んでいる高校2年生です。公立高校に通っています。好きな教科は英語と情報です。数学が少し難しいと感じます。趣味は友達とカラオケに行くことです。マイブームはシュークリームです。いろんなお店のシュークリームを食べることにハマっています。今日は6月23日、木曜日です。高校に通う私の一日をご紹介します。目覚まし時計の音が鳴ります。昨日は少し夜更かししてしまったので、とても眠いです。ベッドの上でゴロゴロしていたら、お母さんが起こしに来ました。朝7時に目覚まし時計をセットしていますが、いつもベッドから出るのは7時10分頃になります。私の部屋は2階にあります。ベッドから出て2階にある洗面所で顔を洗います。顔を洗うときは洗顔料を使います。ニキビが気になるので、洗顔後にクリームを塗ります。その後に歯を磨きます。歯磨き粉をつけて歯ブラシで歯の汚れを落とします。髪を櫛でとかします。校則が厳しいので、髪の毛の色は自然な黒色です。髪の色を染めることは禁止されています。私は髪が長く、肩の下あたりまであります。学校に行くときはいつもポニーテールにします。勉強やスポーツをするときに髪が邪魔になりません。学校にお化粧をしていくことはできません。でも私はいつもビューラーでまつげをカールさせて薄い色のリップを塗ります。これくらいだと先生にバレません。自分の部屋に戻って制服に着替えます。私の学校の制服は紺色のブレザーとグレーのスカートです。ブラウスは白色で首に青いリボンがついています。とてもかわいいです。通学カバンの中身を見て忘れ物がないか確認します。カバンには教科書と筆記用具が入っています。教科書は学校に置いて行ってもいいのですが、宿題があるのでほとんどを持ち帰ります。結構重いです。カラフルなペンがお気に入りです。お財布とスマホもあります。お財布には3000円くらい入っています。今日は体育の授業があるので、体操服も持っていきます。日焼けをしたくないので、日焼け止めクリームも必ず持っていきます。身支度ができたら、リビングがある1階に降ります。リビングでは、お母さんがコーヒーを飲みながら、テレビを見ています。朝のニュース番組を見ています。朝のニュース番組はシリアスなものではなく、カジュアルな情報を伝えています。美味しいイタリア料理のお店が紹介されていました。
私はお母さんが作ってくれた朝食をいただきます。今日の朝ごはんはトースト、サラダ、卵焼きとウインナーです。トーストにはいちごジャムを塗ります。飲み物はオレンジジュースです。お母さんが作る卵焼きは甘くてとても美味しいです。朝ごはんを食べていると、お父さんが仕事に出かける時間になりました。いってらっしゃい、と声をかけると、お父さんは、みやこも気をつけてな、と言いました。いつも私が起きる時間が遅いので、朝、お父さんと会える時間は短いです。私は4人家族です。お父さんとお母さん、3歳上のお兄ちゃんがいます。お父さんは広告会社で働いています。お母さんはスーパーでレジのパートをしています。お兄ちゃんは大学生で東京で一人暮らしをしています。最近、彼女ができたようで、あんまり京都に帰ってきません。私が家を出る時間です。学校へは電車で15分。学校の最寄り駅から徒歩5分です。いつもは自転車で家の最寄り駅まで行きます。家の最寄り駅まで自転車で5分です。今日は雨が降っているので歩いて駅まで行きます。10分ほどかかります。6月は梅雨といって雨の季節です。今日も雨がザーザー降っています。玄関で靴を履いて傘を持って家を出ます。靴は高速で黒いローファーと決められています。傘は何でもいいので、私の好きな水色の水玉模様の傘を持っていきます。雨の日は制服と靴が濡れてしまうので、憂鬱です。歩いて駅に向かう途中、きれいなアジサイが咲いています。日本では梅雨の時期にアジサイがたくさん咲きます。薄い紫やピンクの花がとてもかわいいです。駅に向かう道は坂道になっています。行きは下り坂なので楽ですが、帰りは上り坂なので疲れます。駅に着きました。駅で同じ学校の友達に会いました。ほとんど毎日、この友達と同じ電車に乗ります。駅はサラリーマンや学生で混雑しています。友達は同じ学校の制服を着ているのですぐに見つけられます。電車が到着しました。日本の電車はとても正確です。決まった時間に到着します。朝の通勤ラッシュの時間は電車の本数も多いです。私が住んでいるところでは朝8時台は約5分に1本の電車が来ます。電車に乗り込みます。朝の電車はとても混んでいるので好きではありません。友達と話したいですが、電車の中では静かにしなければなりません。小さな声でひそひそと話します。学
校の最寄り駅に到着しました。同じ制服を着た同じ高校の生徒がたくさんおります。混んでいる電車に乗るのも大変ですが、混んでいる電車から降りるのも大変です。人に押されながら電車を降ります。転ばないように気をつけます。友達と傘を差しながら学校へ向かいます。途中で同じクラスの友達を見かけたので、一緒に学校まで歩きます。今日は雨が降っているから、体育の授業は何をするのかな、という話をしました。学校に着きました。校門に先生が一人立っています。私の学校では生徒が正しく制服を着ていなかったり、髪を染めていた場合、先生が校門を通してくれません。とても厳しいです。私はきちんと制服を着ているし、髪を染めていないので問題ありません。おはようございます。と先生に挨拶をします。おはよう。と先生が元気に挨拶を返してくれました。ホームルームが始まります。ホームルームでは出欠確認をしたり、先生からお知らせがあったり、学校行事について話したりします。授業が始まる前のミーティングのようなものです。今日は特に話すことがありませんでした。出欠を取った後は授業が始まるまで自由時間になりました。自由時間ですが、席を立つことが許されていません。私は隣の席の人と数学の宿題の答え合わせをしました。1時間目の授業が始まります。授業は50分間です。授業の合間に10分間の休み時間があります。休み時間はいつも友達とおしゃべりをしています。午前の授業は1時間目は古典、2時間目は英語、3時間目は体育、4時間目は数学です。日本の学校では体育や音楽など特別な授業を除いて同じ教室で授業を受けます。生徒は同じ教室の同じ席にいつも座ります。教科ごとに違う先生が教室に来て教えます。1時間目の授業は古典です。200年以上前に書かれた本を読みます。古典は私たちが使っている日本語と異なるので難しいです。難しいですが、昔の人の生活や考え方を知ることは楽しいです。2時間目の英語の授業は私のお気に入りです。外国の言葉を学ぶのは楽しいです。でも、単語の綴りを覚えるのが苦手です。私は海外に行ったことがないですが、いつか海外に行って英語を話したいです。3時間目は体育です。体育の授業の前後の休み時間に体操服に着替えます。着替えた後、授業が始まるまでに校庭や体育館に移動しなければなりません。
休み時間は10分しかないので、慌てます。今日は雨が降っているので、体育館でバスケットボールをすることになりました。私は球技が得意です。ゴールを狙ってボールを投げるのが好きです。得点が入るとたまらなく嬉しいです。4時間目の数学はすごく苦手です。数学だけ成績があまり良くありません。理解をするのに時間がかかります。学校では計算機を使ってはいけないので頭を使います。数学の授業はとても眠くなってしまいます。特に今日は寝不足なので辛いです。4時間目の授業が終わるとお昼休みが始まります。お昼休みは45分間です。お昼休みにお昼ご飯を食べます。お昼ご飯は学校内であればどこで食べてもいいです。教室でお弁当を食べる人もいますし、学食と呼ばれる学校内のカフェで食べる人もいます。外でお昼ご飯を買って庭のベンチで食べる人など様々です。必ず学校内で食べる必要があるので、外のレストランなどで食べることはできません。私はよく学校の近くにある売店へお昼ご飯を買いに行きます。売店ではお弁当やパン、ペットボトルや缶の飲み物、お菓子やガムなどが売っています。私の学校では校内でお菓子やガムを食べてもいいですが、授業中は食べることができません。今日は売店でお弁当とお茶、そしてお菓子を買いました。お弁当はチキン南蛮です。鶏肉を揚げたものに甘酸っぱいタレとタルタルソースが乗っています。お弁当にはチキン南蛮の他に小さなサラダと白ご飯が入っています。お茶は日本の緑茶です。私が住んでいる京都の宇治市はお茶が有名です。お菓子はコアラのマーチを買いました。コアラのマーチとはコアラの形をしたビスケットの中にチョコレートが入っているお菓子です。一口サイズで小さくて可愛くて美味しいです。今日は外は雨が降っているので、教室で友達と一緒にお昼ご飯を食べました。友達と恋バナをしました。恋バナとは恋愛や好きな人の話をすることです。私は彼氏がいませんが、サッカー部の先輩がかっこいいと思っています。緊張してうまく話せませんが、最近挨拶をして軽く話すようになりました。私の恋がうまくいくように願っていてください。お昼休みが終わると午後の授業が始まります。毎日6時間目まで授業があります。午後の最初の授業は5時間目の情報です。情報の授業ではプログラミングをしたり、情報の活用方法を学びます。
プログラミングは楽しいですし、情報デザインは興味深いと感じます。6時間目の授業は世界史です。世界の歴史を学ぶのは楽しいのですが、外国の人の名前を覚えるのが苦手です。今日の授業がすべて終わりました。授業が終わったら、ホームルームと掃除の時間です。午後のホームルームは、先生からの連絡事項だけなので、すぐに終わります。ホームルームが終わったら、生徒も先生も全員で掃除をします。机と椅子を移動させて、床をほうきで掃いたり、窓を拭いたりします。どの場所を掃除するかは、当番制で決まっています。トイレ掃除の当番の時もあります。トイレ掃除当番を嫌がる生徒は多いです。私は校舎の階段の掃除当番でした。階段を上から下までほうきで掃いてゴミを集めます。手すりを雑巾で拭いてピカピカにします。毎日掃除をしているのであまり汚れていません。あまり汚れていないので短い時間できれいにできます。放課後です。部活に所属している人はそれぞれの部室に向かいます。部活に所属していない人は下校します。私は弓道部に所属しています。袴を着ます。日本の弓道は竹などの木でできた弓を使います。的に矢を当てることも大切ですが、矢を放つまでの一連の動作も重要です。ただ強いだけでなく、美しくあることも求められています。部活が始まると、まずは基礎力トレーニングから始まります。今日は学校近くの山までランニングをしました。雨が降っていたので走りにくかったです。学校近くの山には古墳があります。京都は歴史的な場所がそこら中にあります。ランニングの後、学校の弓道場に戻ります。的の前に立って弓を引く練習をします。矢が的に当たると気持ちがいいです。部活の先輩が弓を引く時の動作や姿勢を直してくれます。部活が終わりました。袴から制服に着替えて下校します。雨が止んできました。とてもお腹が減ったので、急いでお家に帰ります。帰りの電車では座席に座ることができました。疲れていたので、電車の中で寝てしまいました。日本では電車の中で寝ている人がとても多いです。家に帰ると、お母さんが夕食の準備をしています。とてもいい匂いがします。今日のご飯は肉じゃがです。お母さんが作る肉じゃがは甘くて美味しいです。今日は雨にも濡れて部活で汗をかいたので先にお風呂に入ります。シャワーだけでなく湯船に浸かります。温かい湯船に浸かると
疲れが吹き飛びます。お風呂から上がって部屋着に着替えます。髪を乾かしてから自分の部屋に戻ります。夕食の時間までまだ少しあるので先に宿題をします。今日の宿題は英語と数学のドリルです。お腹が減っているのであまり集中力がありません。ついついスマホで遊んでしまいます。お父さんが帰宅しました。同時にお母さんが、みやこ、ご飯の用意ができたよ。降りてきなさい、と言いました。私は1階のリビングに降りて、お父さんに、お帰りなさい、と言いました。お父さんはニコニコしながら駅前で買ってきたシュークリームを渡してくれました。夕食の後のデザートに食べようと思います。今日の晩ご飯は肉じゃがと水菜のサラダ、お味噌汁と白ご飯です。家族3人で一緒に食べます。夕食の間はその日の出来事などを話します。お父さんが私の進路について聞いてきました。来年は大学受験なので、志望校を選ぶ必要があります。私は経営学部に入りたいとお父さんに伝えました。お父さんは経営学部に入るためにはもっと数学を頑張らなきゃなと言いました。お父さんが言うには社会に出ると数学が得意ではなくてもいいけど数字に苦手意識がない方が仕事をしやすいそうです。明日から少し気合を入れて数学を頑張ろうと思います。ご飯の後、食器を洗います。食器を洗うのは私の仕事です。食器に洗剤をつけてスポンジで洗います。食器を片付けた後、お父さんが買ってきてくれたシュークリームを食べます。カスタード、ストロベリー、抹茶味があります。私はストロベリーを食べました。甘くて美味しかったです。オンラインで英会話レッスンを受ける時間です。英会話レッスンは2年前から続けています。学校で習う英語は文法や単語が多いですが、話す機会が少ないです。そのため、私は英会話レッスンを受けています。海外旅行に行ったことがありませんが、いつかオーストラリアに行ってみたいです。英会話レッスンが終わってから、友達に電話をかけました。少しでも時間があると、友達と話したくなります。学校のことや大学で何をしたいかなどを話しました。少し眠くなってきましたが、寝る前にちょっとだけゲームをします。Apex という FPS のゲームにハマっています。私はあまり上手ではありません。友達とボイスチャットをつないで遊びました。眠さが限界なので寝る準備をします。まず、歯磨きをします。顔を洗って保湿のクリームを塗ります。そして、
明日の学校への持ち物を準備しておきます。明日着るブラウスや靴下も用意しておきます。私は朝が苦手なので、夜のうちに準備をしておきます。1階にいるお父さんとお母さんに、おやすみなさい、と言います。お父さんとお母さんは、私よりも早く起きるのに、私よりも寝るのが遅いです。それでは、皆さん、おやすみなさい。明日も、良い一日でありますように。またお会いしましょう。